皆さんこんばんは。人間パスポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日は霊視。2025年7月の都市伝説で言われる未来予測は本当に起こるのかということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、守護霊またはスピリチュアルの世界からのチャンネリングメッセージ、そんなものを多く皆さんに分かりやすくお伝えする番組です。興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、2025年の7月にね、すごい大災害が起こるというふうにいろんな方が言っててですね、今 YouTube とかでも動画がいっぱいあって、僕もですね、どんなもんなんだろうと思って、ちょっと見たらですね、すごいですね。なんか聞いてると私大丈夫かなって怖くなる。本当にね、心配してる方、っていう人いっぱいいらっしゃると思います。だってまだ1月でしょ。1月までずっと半年ぐらいみんな心配してないといけないということなんですが、この2025年の7月にはですね、どんな大災害が起こるかというふうに、これはですね、7月に大きなことが起こる、大変なことが起こるみたいなことを霊視して言ってるチャンネラーの人たちがいてですね、その中で地震が大きくね、日本の場合だと南海トラフの問題とかがあってですね、地震が起こってしまうんじゃないかとか、または隕石が落ちる。アメリカはもう隕石が落ちるというのを計算して分かっているなどという話もいっぱいあってですね、皆さん上からも下からも来る、どっちなんだって言って心配している方がいらっしゃると思います。これはですね、僕なりに霊視してみるとですね、こういう皆さんが心配しているような、ことは起こりません。これね、なぜかっていうと、まだ時間があるわけですよ。で、この僕たちの未来っていうのはどんどん変わっていったりね、例えばパラレルシフトって言って、いろんな並行、同時に起こってる世界があって、それを僕たちは選んだりしてるわけです。はい。ですから、7月の5日までにですね、4日までにそういうところにいたかもしれないけど、いつから変わるっていうこともできるわけですね。はい。ですから自分の意識で変わったりすることもできるわけです。そういうふうに考えると、まだまだそんな7月にですね、これが起こるっていうふうに心配する必要もないですし、それをですね、自分で決めてしまう必要もないということですね。で、そもそもですね、集合意識っていうのがあります。英語ではコレクティブコンシャスみたいな感じで言ってですね、集合的な意識と言われるものなんですけど、これはですね、個人の、例えば僕たちがですね、こうなるといいなっていうことが現実に起こっていくっていう風な言い方をしますけども、それと別にですね、僕たちのそれぞれの魂が集まって、こうなるんじゃないか、こうなってほしいなっていうことを考えると、それが現実になっていくという大きな力になっていくというものなんですね。例えば、起こってるのが AI ってそうです。AI ができたことで自分たちの仕事がなくなるんじゃないかって心配してる方もいらっしゃいますけども、この AI っていうのがあったら便利だなと思ってた人いっぱいいると思うんですね。それが結局現実になってるってことです。だから自分たちで作ってるものだから、これをですね、うまく活用して、うまく共存している自分たちを想像していくといいわけなんですね。それと同じように、この、2025年、今年の7月の5日に大災害が起こる。うわ、怖い、どうしようって、そのこと、地震が起こるんじゃないかって言ったら地震のことを想像するでしょう。そして、隕石落ちてくるの、そっちも怖いな、みたいな感じで考えてたら、どんどんそういうふうに思ってる人の、こういう不安なエネルギーって強くなりますからね、さらに普通の人よりもどんどん強いエネルギーをですね、引っ張っていって、そういう現実を作ってしまうということになるわけなんです。だから、こういうマスコミとか、YouTube 僕もやってますけれども、こういうネガティブなものを流すときって本当に恐ろしいんですよね。それに乗っかっちゃって、いや、怖いどうしたらいいのって言ってなってしまうと、本当にみんなで一緒にその現実を呼んでしまうということになる。まだ時間があるので、これをですね、僕が思うのは、いや、そんなの起こらないから私は大丈夫だと思うようにする。そういうことで、退避していくことができるということなんですね。本当にそうなんですよ。例えば、自分は大丈夫、私はそんなものではね、例えば、問題は私には起こりませんっていうような強い意識を持っていたりすると、そういうことって、周りですごいことが起こってても、自分は大丈夫、自分の家族は大丈夫とかって、自分の知り合いは大丈夫、自分の土地は大丈夫っていうようなことになるわけなんですね。そっちの方に
僕たちの意識というのは使うべきなんですよ。まあ、すごく有名でですね、よく言われているのが、三輪明宏さん。あの方がですね、若い時に、長崎だったかな、原爆の近くにいたので、わーっといたリビングのガラスが全部割れて、わーっと自分にガラスが飛んできたんですって。でもあの人は本当に傷一つなかったそうなんですよ。まあ、これがすごく表してると思うんですね。僕たちのこの意識、私は大丈夫だと思ってると、そういうふうに守られたりするわけです。これが僕たちのスピリチュアルな世界のすごく、面白いところでもあり、すごく大切なところでもあると思うんですよね。で、まあ、バシャールのチャネリングをしているダリル・アンカさんっていう人がこの間面白いこと言ってたんですけども、この2025年っていうのは僕たちのスピリチュアルな、エネルギー、世界がですね、どんどん大きく変わっていくと言われています。で、そのためにですね、何が必要かっていうと、本当のメカニズム、そのスピリチュアルな世界のメカニズム、この現実のメカニズムを知ることが大切だって言ってるんですね。で、すごくわかりやすく、例題として挙げてくれてたのが、サンセット、日が沈むっていうやつですね。あれはみんな、サンセット、サンがセット、沈んでいくっていうような言い方をする。まあ、日本も日が沈むって言いますけども、あれはね、今でもそう言いますが、実際に言うと、あれは地球の中に沈んでいってんじゃなくって、下に向かってこうぐるぐる回ってるってことですよね。それを僕たちは分かってんだけども、未だに言葉としてサンセット、日が沈むという言い方をします。はい。ですから、どちらかっていうと、この日っていうのをこうやって回ってくるから、っていうこのメカニズムをちゃんと理解した上でいることが大切だっていうんですね。だからスピリチュアルもそうなんです。ね。その、自分たちの今の話で言うと、自分たちの思いとか、みんなのこの集合意識ですね。そういうものが現実を作ってるという、このメカニズムをちゃんと理解してですね、それを活かしていく生き方、それと共に生きる生き方をしていくことがすごく大切だっていうんです。なぜならスピリチュアルの世界がもっともっと強くなってくるし、僕たちスピリチュアルっていうのが素の部分で大切に、まあ、それがもう本当に生きるということに直結してくるっていうような感じになるわけなんですね。ですから、まあ、もういいんですよ。怖がってですね、7月5日になんかすごいことが起こるんじゃないかってもう怖がってる人もいらっしゃると思います。そういう人はそういう世界に生きていくわけなんですね。でも皆さんはどういう生き方をしたいかということです。いや、私は大丈夫です。もうそんなことに興味向けずにですね、もちろん地震が起こった時のためにですね、何か準備をしておくっていうことは大切かもしれませんが、それに怖がったり、それを想像したりするのではなくて、自分は大丈夫、そんなこと起こるわけない。ね、日本は大丈夫、みたいなね、思いでいることがすごく大切だっていうことなんですね。こういうふうに、僕たちの意識とか思いっていうのがすごく現実を作っているんです。このスピリチュアルな世界のですね、メカニズムを今日は皆さんにぜひ、理解していただいてですね、それをうまく使っていただきたいなと思います。そういうふうにしていくとですね、このみんながね、2025年今年の7月5日大変なことになるとか言ってたけど、いや、大丈夫。また言ってるわっていうような感じで余裕で見ておくっていうことができるということですね。はい。ぜひ皆さんにもそのようにですね、スピリチュアルのメカニズムをちゃんと理解していただいて、怖がらずに進んでいただきたいと思います。このチャンネルではこのように守護霊とかスピリチュアルの世界からのチャンネリングメッセージを皆さんに分かりやすくお伝えするチャンネルでございます。そういうことに興味があればですね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。そしてこちら、じゃーん僕の7ヶ月の霊性開花講座っていうのがあります。これは7ヶ月ですね、ずっと1対1でその人に合った、守護霊さんからの、こういうふうに進めていきなさい。こんなことを言ってあげなさいっていうようなメッセージも含みながらですね、皆さん、あなたに合った霊性開花講座をどんどん進めていくという7ヶ月のすごくいい講座でございます。自分でもですね、メッセージを受けたい、自分のスピリチュアル性を高めていきたい、そんな方におすすめですので、ぜひ概要欄をご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。